武器も弾薬も尽きかけた絶望的な市街戦でミラー隊が兵士たちに信じられないような指示を出す有名なシーンですね。そう、まさにそれです。支給品の靴下に爆薬を詰め込んで、その外側に車両用のグリースを厚く塗りたくって迫り来る巨大な戦車に投げつけるという、いわゆるくっつき爆弾のシーンですよね。あれを見て正直あなたも思いませんでしたか？いくらなんでもハリウッドの劇的な脚色だろうって。まあ普通はそう思いますよね。でも様々な記録をつなぎ合わせていくと、あれが単なる映画の嘘では片付けられないことが分かってきたんですよね。そうなんですよ。なんとノルマンディー上陸作戦を成功させるためにアメリカ軍が4万足も靴下に命を預けていたという。4万足の靴下爆弾、本当に驚きの事実です。靴下爆弾の背後にある極限状況におけるサバイバル戦術と兵士たちのリアルな即興力の真実に迫っていきたいなと。早速紐解いていきましょう。よろしくお願いします。まず最初に私が一番驚いたのは、映画のアイディアの原型となった本物の武器が実際に存在していたということなんです。そうですね。しかもそれはアメリカ軍のものではなくてイギリス軍の武器だったんですよ。そうなんです。イギリス軍が採用していた ST グレネード、通称スティッキーボム。はい。これが真のくっつき爆弾なのですが、当時の図解とかを見ると実に特殊な構造をしているんです。なんか理科の実験道具みたいな形をしていると聞きましたが。まず丸いガラス製のフラスコがあるんです。その中に爆薬がぎっしり詰められていて、そしてさらにそのガラスのフラスコの周りをストッキネットと呼ばれるアメ地の素材で覆っているんですよ。ストッキネットっていうのはつまり靴下みたいに伸縮性のある布ということですよね。まさに靴下のようなものです。そしてここからが重要なのですが、その布の上から取り持ちのような強力な粘着物質がべったりと塗られていたんです。うわー、それは扱いにくそうですね。ずっとベタベタしているんですか？いえ、普段は球状の金属ケースに覆われていてベタベタしていません。使うときはまずピンを抜いてそのケースをパカッと外すんです。するとベタベタの本体が出てくるので、さらに安全ピンをもう一つ抜いてから敵の装甲車両に向かって投げるんです。そうするとどうなるんですか？ガラスが割れて中の膜薬がむき出しになります。同時に5秒の遅延信管が作動して装甲に張り付いた状態で大爆発するという仕組みでした。ウィキペディアなんかを見ると、その中の爆薬はニトログリセリンだって書かれていたりしますよね。それですね。投げて戦車に当たってガラスが割れるほどの衝撃を与えるなら、その瞬間に爆発してしまうんじゃないですか？それ、当時のマニュアルに書かれていた爆薬の主成分の名前をそのまま真に受けてしまったものなんです。じゃあ間違いなんですか？現実の戦場で液体のニトログリセリンなんて扱ったら投げる前に自爆してしまいますよ。確かにそうですよね。じゃあ実際は何だったんですか？実際には安全性を考慮してしっかりと安定化させられた固形化されたダイナマイトのようなものが使われていました。なるほど。だからこそ衝撃ではなく5秒の遅延信管で爆発するようになっていたわけですね。その通りです。でも次の疑問なんですが、これをどうやって投げるんですか？重さが約4ポンド、つまり約 1.8 キロもあるって聞きましたよ。はい、重いですよね。マニュアルでは上から投げ下ろすオーバースローや山なりに投げる方法が書かれています。いやいや、山なりに投げて動いている戦車の装甲にピタッとくっつけるなんて絶対に無理があります。おっしゃる通りなんです。かさばるし重いので正確に遠くへ投げるのはほぼ不可能でした。ですよね。実際には投げるよりも状況が許す限り敵の戦車に直接近づいて自分の手で装甲にギュッと押し付けるプランティングという方法が推奨されていたんです。5秒しかタイムリミットがないのに動く戦車に走り寄って直接貼り付けるなんて、しかもベタベタしているわけですよね。とても危険な行為です。マニュアルにはわざわざ絶対に衣服に触れさせるなという警告が大きく書かれていました。粘着力が強すぎるために投げようとして自分のズボンやシャツにくっついてしまうという悲惨な事故が実際に起こり得たからです。自分にくっついて剥がれない。しかも5秒後には大爆発するわけですよね。まるでお祭りで売るリンゴ飴のような見た目ですけど、絶対に自分にくっつけてはいけない死のリンゴ飴ですよ。怖すぎます。本当にその通りです。
だからこそこれを使うには決心の覚悟と特殊な訓練が必要だったんですよ。でもここで一つ疑問が湧きます。これはイギリス軍の武器ですよね。はい、そうです。それがなぜ映画のアメリカ軍の大尉のアイディアにつながっていくんですか？アメリカ軍はどうやってこの武器の存在を知ったんですか？そこが連合軍同士の戦術交流という歴史の面白いところなんです。映画に登場するアメリカ軍のレンジャー部隊は、実はヨーロッパ戦線に出る前にイギリス軍のコマンド部隊から直接ゲリラ戦や特殊作戦の訓練を受けていたんですよ。そこでイギリス軍の最新の戦術を直接伝授されていたわけですね。その通りです。でもその訓練の内容がなんていうか常軌を逸しているというか、とんでもなく厳しかったと聞きましたが。はい、かなり過酷でした。例えば石鹸で作った弾丸を実際に撃ち合う訓練があったそうです。50ヤード以内で撃たれると危険なほど痛いとはっきり書かれています。いや、痛いじゃ済まないですよ。万が一目に当たったらどうするんですか。サバイバルゲームなんてもんじゃないですね。そうですね。しかも爆発物の訓練もかなりやばかったんです。兵士たちの足元やすぐそばで本物の TNT 爆薬をガンガン爆発させるんですよ。戦場のリアルな恐怖とパニック状態の中でも冷静に動けるよう体に叩き込むためでした。なるほど。現代の感覚からすれば狂っていると思えるほどの訓練ですね。その驚くさく死と隣り合わせの訓練の中で、アメリカ兵たちはイギリス軍のスティッキーボムの実物を見て、そのメカニズムと知識を得たわけです。それで実際にアメリカ軍のレンジャー部隊は実戦でそのスティッキーボムを使ったんですか？はい、使っています。北アフリカ戦線やイタリアのサレルノにおける戦いで、アメリカ軍のレンジャー部隊がドイツ軍の戦車に対して実際にスティッキーボムを活用したという戦闘報告書が残されています。おー、ちゃんと実績があるんですね。ただその実戦の様子は映画のようなかっこいいものではなく、現実の方がはるかに悲惨で地獄のようなありさまでした。具体的にはどんな状況だったんですか？シチリア島での戦闘の記録なのですが、市街戦ではなかなか戦車に近づけないんですよね。だから建物の屋上に潜んで下を通る戦車に向かって TNT の塊を直接落としたりしたそうです。さらに痛ましいのは、自らを犠牲にして戦車に飛び込みスティッキーボムと一緒に自爆した兵士のエピソードまで残されていることです。絶望的な状況の中で自分の命を懸けてまで戦っていたんですね。はい。映画では本物のスティッキーボムがないから代わりに靴下に爆薬を詰めて代用していましたよね。これは本当に公式な戦術だったんですか？実はアメリカ軍の正規のマニュアルをいくら探しても、靴下を使うという明確な戦術の記載は見当たらないんですよ。あれ？じゃあハリウッドのスクリプトライターが考えたオリジナルのアイデアだったんですか？いえ、正規のマニュアルにはなくても現場の将校たちの間ではしっかりと知られていたようなんです。ほう、それはなぜわかるんですか？その証拠として1943年に発行されたインファントリージャーナルという雑誌の記事があります。そこにアメリカ軍の戦車駆逐学校で行われていた訓練の写真が載っているんです。その写真で兵士が手に持っているのがまさに靴下を使ったくっつき爆弾そのものだったんです。でもそれが靴下だってどうしてわかるんですか？面白いことに、その2ヶ月後にとある歩兵少佐が雑誌に投稿をして、あれは靴下だと明確に語っているんです。マニュアルにはなくても前線で戦う人の間ではすでに常識になりつつあったと。そういうことになります。そしてこの靴下の合理すれが文字通り大爆発したのがノルマンディー上陸作戦での実話なんです。来ましたね。ノルマンディーで4万足の靴下爆弾が使われたという話ですよね。はい、ユタビーチでのエピソードなのですが、海岸には敵が設置した鉄や木の障害物がたくさんありました。それを爆破するために陸軍と海軍の合同爆破チームが上陸したんです。ほう。彼らは爆薬を使って障害物を破壊する予定だったんですが、実はその爆薬を詰めるはずだった特製のキャンバスバッグが全く足りないという緊急事態に陥りました。バッグがない。はい、入れ物がないと爆薬を障害物の支柱にしっかりと固定できないんですよ。そこで靴下の出番というわけですか？その通りです。いや、4万個って1人が右と左で1足ずつ提供したとしても2万人分の靴下ですよね。とんでもない数ですよね。でも靴下に爆薬を詰めるというアイディアの優秀さがここで完全に証明されたと言えますね。ただこのノルマンディーの事例では映画のようなグリースを塗るということはしていません。
そうですね。そもそもグリースって本来は歯車を滑りやすくするための潤滑油ですよね。なぜあえてくっつけるためにグリースを使ったんでしょうか。他にもっとベタベタなものはなかったんですか？それは自動車化が完全に進んでいたアメリカ軍ならではの事情が大きいと思います。グリースは車や戦車のメンテナンスに絶対に必要な必需品だったので、戦場のどこにでも置いてあったんですよ。なるほど。一番手に入りやすかったからですか？はい。最高の粘着物質だったから選ばれたというより、そこにあったから使ったというのが現実でしょうね。そういうことですか。ただし、グリースとくっつき爆弾に関する歴史を掘り下げると、実は敵味方問わず広く知られた力学でもあったんです。敵味方問わず？ええ。例えばニューギニアでの戦いです。日本軍が軽戦車を投入した際、連合軍が使ってくるスティッキーボムが張り付くのを防ぐために、戦車の装甲全体にわざわざグリースをべったりと塗っていたという報告があるんです。映画ではくっつけるためにグリースを塗っていたのに、実際の戦場では滑らせてくっつかないようにするために敵が戦車にグリースを塗っていたんですか？そうなんですよ。完全にパラドックスじゃないですか。面白いですよね。他にもヨーロッパ戦線ではドイツ軍が自分たちの戦車にツインメリットという樹脂のコーティングをわざわざ手作業で施していました。これも敵の歩兵が磁石式の吸着爆雷をくっつけてくるのを恐れたからです。つまり生身の人間が爆薬を持って突進してくる肉薄攻撃は戦車にとってそれほどまでに脅威だったということですね。まさにその通りです。どんなに分厚い装甲で覆われていても、死角に入り込まれて正確にむき出しの爆薬をくっつけられれば、戦車といえどもひとたまりもありませんからね。いやー、知れば知るほどつながっていきますね。こうして見てくると、映画のあの靴下爆弾のシーンはハリウッドが勝手に作った全くのフィクションというわけではなく、イギリス軍の武器やレンジャー部隊の実績、ノルマンディーの4万個の靴下、さまざまな歴史的事実のエッセンスが一つに凝縮されたものだったんですね。まさにその通りです。とはいえ、でもミラー隊たちのくっつき爆弾と同じ戦法が実際の戦闘で行われた記録はないんですよね。今のところ私たちが調べた限りではないですね。しかしだからこそ、あのシーンは本質的な意味でリアルとも言えます。どういう意味ですか？ちょっと矛盾しているように聞こえますが。アメリカ軍というと、とにかく物量で押しつぶす、何もかも十分に用意されているイメージが強いと思います。確かにそういうイメージですね。しかし実際のマニュアルを読み込むと、必要なものを最低限しか装備せず、あったら便利なものについてはインプロバイズド、つまり現場で工夫しろとしていることが非常に多いんです。それは意外ですね。でも逆に言うと、現場の臨機応変な対応力を信じていたとも言えますね。だから、もしあの映画のように全てが枯渇した極限状態に置かれたとき、兵士たちはどう戦うかという視点で見ると、彼らの行動は単なる思いつきではなくて、むしろアメリカ軍が現場の兵士たちに求めていたインプロバイズド、臨機応変の思想を最もよく表していると言えます。なるほど。そう考えると、あの映画の見え方が全く変わってきますね。実は戦車駆逐学校の靴下を使ったくっつき爆弾の訓練はライフ誌でも紹介されていまして、あの訓練はもし敵に自分たちの戦車が破壊されてしまった時に、生き残った乗員が身の回りの道具で戦闘を継続するためのいわば絶対絶命のピンチの時の最後の戦いとして位置づけられていたんですね。絶対絶命のピンチ、最後の戦い、それってまさにあの映画の文脈そのものじゃないですか？そうなんですよ。だからあの一見すると荒唐無稽なエピソードに見えるシーンは、もし現場の兵士たちがあのような絶対絶命のピンチに陥った時に彼らはどう振る舞うはずかということを史実をもとに正確に再現したものだと言えるわけです。たとえ実際の戦闘の記録がなかったとしてもリアルなんですよ。なるほど。すべてのピースがつながりましたね。マニュアルにない未曾有の危機に直面した時、持っている限られたカードでどう状況を打開するか。あの映画のシーンは第二次世界大戦当時の現場のインプロビゼーションという歴史の真実を極限まで濃縮して見せてくれていたんですね。歴史の真実を掘り下げていくと、一見荒唐無稽に見えるフィクションの中に当時の人間たちが実際に持っていた精神性や極限状態でのリアルな振る舞いが浮かび上がってきます。これこそが歴史を学ぶ最大の醍醐味ではないでしょうか。今回の深掘りはここまでです。
もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また、いつでも私たちのおすすめが届くように、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回、他では見られない視点からの解説でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。